オランダの歴史4。ウェストファーレンの平和以前のオランダはスペイン・ハプスブルク家の領土でした。なぜオランダはスペイン・ハプスブルク家から独立したかったのでしょうか。それをオランダの歴史3、ウェストファーレンの平和としてお話ししてみました。では、なぜスペインのハプスブルク家はオランダを領土としておきたかったのでしょうか。それをオランダの歴史4、大航海時代がハプスブルク家とオランダに与えた影響としてお話ししてみようと思います。ハプスブルク家は貿易の重要性を大きく理解していたと思います。というのは、貿易による収益はハプスブルク家の富を支えた大きな要因だったと思うからです。大航海時代以前のメイン貿易は地中海貿易でした。地中海貿易は地中海だけで完結していたわけではなく、その先でスパイスを目的としたイスラムによるインド洋貿易や絹や銀や陶磁器を目的としたシルクロード貿易とつながっていました。その地中海貿易を物流面においても資金面においても掌握管理していたのがフィレンツェやジェノバといったイタリアの海洋都市共和国でした。これら海洋都市共和国は神聖ローマ帝国に組み込まれていました。つまり、これらの共和国が貿易によって生み出した利益は神聖ローマ帝国に吸い上げられ、それがハプスブルク家の重要な収益源になっていたわけです。ユトレヒトユニオンが目指した共和国のモデルというのは、これらの共和国だったと思います。大航海時代は貿易の中心地が地中海から大西洋へ動くことを予感させました。フィレンツェやジェノバの地位が低下し、スペインやポルトガルの地位が上がってくることが予想されました。年表で見てみようと思います。東へ向かったポルトガル、西へ向かったスペイン、どちらも目指したのはインドでした。早くも1494年にはインドのスパイス貿易だけでなく、インドまでの領土や海域までをもスペインとポルトガルで二分してしまうようなトルデシリアス条約が結ばれました。この条約を仲介したのはローマ教皇でした。新しい大西洋貿易がスペインとポルトガルに独占されてしまう危険をハプスブルク家は感じたと思います。彼らの対抗策は婚姻政策でした。3世代にわたる婚姻政策を通じ、カール5世の時代には、ハプスブルク家は神聖ローマ帝国、スペイン、オランダの領有に成功していました。なぜスペインだけでなくオランダの領有までもという疑問ですが、スペインはもともと良質な羊毛の産地でした。ただ、羊毛の産出のみで羊毛の加工製品販売はジェノバやオランダが行っていました。ですから、ヨーロッパ内の羊毛産業を独占しようとするなら、スペインだけでは不十分で、ジェノバやオランダの領有も必要だったのだと思います。3世代にわたるハプスブルク家の婚姻政策を大航海時代の年表に重ねてみます。サラゴサ条約までにはスペイン、オランダの領有は完了していました。フィリップ2世の時代にはポルトガルの領有までも視野に入れていたようです。フィリップ2世というのはカール5世の息子です。カール5世はヨーロッパだけでなく新大陸までの領有を考えた場合、一人の人間が神聖ローマ帝国、スペイン、オランダを束ねるのは難しいと考えたようです。自分の弟に神聖ローマ帝国皇帝を引き継ぎ、スペインとオランダは息子であるフィリップ2世に引き継ぎました。ここまではハプスブルク家の戦略はほぼほぼ狙い通りだったように思います。コロンブスが到達したのがインドではなくアメリカだった5人は、サラゴサ条約によって失地挽回できました。ただ、この思い違いが後々のハプスブルク家の困難の出発点だったような気もします。そのことについては次回お話ししようと思います。今回は以上です。ありがとうございました。